世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。どうも、ゲーム制作実況者のハイタカと申します。いやー、もうこの挨拶もだいぶ付き合い長いっすよね。世界一面白いアーダコーダーってやつ。この命題こそが僕の人生のメインクエストになってるわけなんですけど、またね、ちょっと明日そのクエストクリアまでの道のりがちょっと一歩遠ざかりそうなんですよね。そうです、エルデンリングとかいうね、化け物がついに明日発売されますので、いやーもう参っちゃいますよね最近発売されたホライゾンもね、めちゃくちゃ面白いオープンワールドゲーだったし、その1週間後にね、エルデの王がやってくるっていうね、アキレスとカメっていうパラドックスの話知ってます？アキレスっていうね、めちゃくちゃ足の速さに自信があるおっちゃんがいるんだけど、ある人にこう言われるんだよね。お前は10メートル先を歩いてるカメにすら追いつくことができないぞ。まあこれはただのトンチなんですけど、そのトンチもね、めちゃくちゃ筋が通ってて、こんな風に言われるんですよね。お前とカメの間には中間点があると。最初ね、10メートル距離が離れてるんで中間点、5メートルの地点に中間点がありますよ。で、お前がその中間点に到達した時、またカメとお前の間に中間点がもう一つあるだろうと。で、今度 2.5 メートルまで近づくと、また別の中間点ができるよね。1.25 メートルのところに中間点ができます。これをもう無限に繰り返すことができると。アキレスとカメの間には無限の中間点が存在しますと。その無限の点を有限の寿命を持っているアキレスが全て踏破するのは不可能だっていう、こういうトンチなんですよね。なんか子供の時にね、この話どっかで読んでめちゃくちゃ感心した思いがあるんですけど、もうそのアキレスの気持ちですよね、今まさに。自分はめちゃくちゃ頑張って世界一目指してゲーム作ってやるぞって感じなんだけど、どんどん無限の中間点が生まれてくるんだよね。ちょっと前まではゴッド・オブ・ウォーかなとか思ってたら、ゴースト・オブ・ツシマ、ホライゾン、フォービドゥン・ウエスト、ついに満を持してね、エルデの王がパーン降臨してくるっていう、そんなパラドックスな気分に陥ってるんですが、まあ明日からね、うちのチームでもエルデン休暇というものを実施しますので、まあちょっとしばらくはね、ゲーム開発をお休みしつつ、エルデの地をね、しっかりとしゃぶり尽くして、吸収できるところは吸収してこようかなと思っております。ではですね、今回なんですけれども、キャラクターの操作方法ですね。最近だとキャラコンとか言ったりするのかな。そこに関して少し調整加えましたので、皆さんに共有していきたいと思います。それでは行ってみましょう。このゲームってめちゃくちゃできるアクションの数が多くて、操作方法もね、すごく複雑なゲームなんですけど、今回加えた調整によって、まだ複雑ではあるんですけど、前と比べるとね、だいぶシンプルな操作方法にすることができたかなと思うので、以前までの操作と今の操作方法をちょっと見比べながらね、みんなと一緒に振り返っていきたいと思います。このゲームでは通常攻撃を常に10種類の中から選んで打つことができます。この時点で結構正気の沙汰じゃないよね。R1 ボタンで攻撃タイプ A、R2 ボタンで攻撃タイプ Bっていう感じになってるんだけど、そこからさらに R スティックで攻撃方向を指定することができるんだよね。上下左右の4種類 R スティックを入力しておくと、その方向からね、攻撃をしてくれるようになります。ちなみに R スティック何も入力してなかった場合はセンター方向属性ということになって、その時その時でね、一番見栄えのいい技を出してくれるようになってます。コンボルートとか決めるの苦手な人はセンター属性をね、連発してもいいかなっていう感じ。つまり5種類の方向かけることのタイプ A とタイプ B で2倍ということで、10種類のモーションから選んで打ち分けていくことが可能になっています。つまり通常攻撃のためだけにね、もうすでに R1 ボタン、R2 ボタン、右スティック、この3つのボタンやスティックを使用してたんですよね。これがさすがにね、ちょっと占拠しすぎだっていうことで、R2 ボタンをね、使わなくてもタイプ A とタイプ B を打ち分けられるように変更しました。その方法っていうのがボタンの長押しですね。R1 ボタンを短くターン押しした場合はタイプ A の攻撃、R1 ボタンを一定フレーム数以上長押しした場合はタイプ B の攻撃が出るようにしました。これ実は他のアクションの操作方法にも使っていたシステムで、ローリングとステップの打ち分けにも同じようなシステムで対処してました。回避ボタンを短く押すとステップ、長押しあるいは連続でダブルクリックするとローリングが出る。これと同じ要領で攻撃システムもシンプル化したっていう感じですね。ちなみにここから先は別の話になるんですが、これを機にですね、
攻撃のタイプ A とタイプ B それぞれに役割をね持たせることにしました。以前の動画でお話しした側撃銃撃の話にもつながるんですけれども、タイプ A の入力をした場合は必ず側撃が出るように、タイプ B の入力をした場合は必ず銃撃が出るようにコンボルートを変更しました。要は攻撃の強弱を操作と関連付けたっていうイメージですね。側撃は回避アクションに対して強く、ガードで弾き返して対処する必要があります。反対に銃撃はガードを打ち破ってくる力強さがあるので、ジャスト回避で身をかわすのが理想的です。プレイヤーが攻撃側に回った時に相手がガード主体で立ち回るのか、それとも回避を多用するのか、動きをしっかりと観察した上で攻撃ボタンの単押し長押しという感覚的な切り替えで攻め方を変更していくことができるので、よりリンク感の増す操作になったんじゃないかなと思います。そして晴れてね、操作の伝達という苦しい懲役から解放された R2 ボタンさん、しっかりとね自由を謳歌してほしい気持ちは山々なんですが、残念ながら新しい操作を割り当てさせていただきます。 R2 ボタンにはアーツを割り当てることにしました。こちらも過去動画で紹介してるんですが、以前の操作方法では R1 ボタンもしくは R2 ボタンプラス左スティックのスマッシュ入力っていうね、ちょっと一風変わった操作方法で出していたアクションですね。これからは R2 ボタンの単押しあるいは長押しプラス R スティックの方向入力というかなりシンプルな操作方法でアーツの内訳ができるようになったので、操作ミスとかもねだいぶ減ってくるんじゃないかなと思います。というわけで今回はキャラコンについてですね、主に通常攻撃とアーツの内訳方法についてよりシンプルな操作方法にすることができました。それではチャンネル登録するかどうかは皆さんにお任せしますので、よろしければもう一本ハイタカの動画を、あるいは Steam のストアページから千葉津のぼらば竜の降るをウィッシュリストへ登録していただけると大変励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アンバサ